こんにちは。ゼロから行政書士第23回です。前回は行政事件訴訟の類型と処分性を学びました。処分性は訴訟の入り口となる大切な要件でしたね。今日はその入り口をさらに固める3つの要件を学びます。原告的確と訴えの利益、そして出訴期間の3つです。主張訴訟を起こすための大切な条件になります。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、誰が訴えられるかを決める原告的確です。二つ目は、訴える意味が残っているかを見る訴えの利益です。三つ目は、いつまでに訴えるかを定める出訴期間です。これらはまとめて訴訟要件と呼ばれる条件です。訴訟要件を満たさないと中身を判断してもらえません。それでは一つずつ丁寧に見ていきましょう。はじめに訴訟要件という言葉を確認しておきましょう。訴訟要件とは中身の審理に入るための入り口の条件です。この条件が欠けると訴えは却下されてしまいます。却下とは中身を判断しない門前払いのことです。前回学んだ処分性もこの訴訟要件の一つです。今日の原告的確や訴えの利益、出訴期間も同じ仲間です。つまり、どれも訴訟の入り口を守る大切な条件になります。まず一つ目の原告的確から見ていきましょう。原告的確とは、その訴えを起こす資格のことです。小訴訟を起こせるのは法律上の利益を有するものです。これは行政事件訴訟法の9条に定められています。処分を直接受けた相手方は原則としてこの資格があります。例えば営業停止を受けた本人などがこれにあたります。問題となりやすいのは処分の相手方ではない第三者です。ここで第三者の原告的確を考えてみましょう。処分の当て人でない人が訴えを起こせるかという問題です。例えば近くの工場に許可が出たとき、周辺の住民などです。この場合も判断の基準は法律上の利益があるかどうかです。法律上保護された利益があれば原告的確が認められます。反対に単なる事実上の利益では資格は認められません。この法律上保護された利益かどうかが争点になります。では、法律上の利益はどう考えるのでしょうか。判例は処分の根拠となる法律が守る利益かを問います。その利益をみんなの利益としてだけでなく、個々人の利益として守っているかを見ます。この考え方を法律上保護された利益説と呼びます。個別に守られた利益があれば、原告的確が認められます。反対に、みんなの利益に溶け込むだけなら認められにくいです。第三者の原告的確は、この視点で判断されていきます。第三者の原告的確には、大切な条文があります。行政事件訴訟法の9条2項です。この条文は、判断の時に考える事項を示しています。一つは、処分の根拠法令の趣旨や目的です。その際、関連する法令の趣旨も合わせて参酌します。もう一つは、害される利益の内容や性質などです。被害の重さや程度なども考えていきます。この規定は、第三者の原告的確を広げる方向で働きます。続いて、二つ目の訴えの利益に進みましょう。訴えの利益とは、訴えて処分を取り消す実際の意味のことです。取り消してもらう現実の必要があるかを問う考え方です。広い意味では先ほどの原告的確もこれに含まれます。ここではそれとは別の狭い意味の訴えの利益を扱います。つまり処分を取り消す実益が今も残っているかという問題です。この狭義の訴えの利益を次に見ていきましょう。訴えの利益は時間の経過などで消えることがあります。
処分を取り消しても、もう意味がない状態になる場合です。例えば、期間の定めのある処分が期間満了で効果を失うことがあります。この場合、取り消す対象そのものがなくなってしまいます。すると原則として訴えの利益は消滅します。訴えの利益が消えると、その訴えは却下されてしまいます。ただし、なお回復すべき利益が残る場合は例外となります。ここで利益が残る例外を見ておきましょう。処分を取り消すことで回復できる利益が残る場合です。例えば、過去の処分の記録が将来の不利益につながることがあります。こうした場合には、なお訴えの利益が残ると考えられます。この点について、9条1項の括弧書が配慮しています。処分の効果がなくなった後も、回復すべき利益に目を向けるものです。訴えの利益が消えたか残ったかは、こうして判断されていきます。3つ目は、出訴期間です。出訴期間とは、主傷訴訟を起こせる期間の制限のことです。この期間を過ぎると、原則として訴えられなくなります。処分をめぐる法律関係を早く安定させるための制度です。出訴期間には2つの数え方があります。1つは、処分を知った時から数える主観的な期間です。もう1つは、処分の時から数える客観的な期間です。主傷訴訟の出訴期間を表で確認しましょう。主観的な期間は、処分があったことを知った日から6ヶ月です。客観的な期間は、処分があった日から1年です。この2つは早く来た方で締め切られます。どちらか一方でも過ぎると原則として訴えられません。ただし、正当な理由があれば、期間を過ぎても例外が認められます。この6ヶ月と1年という数字はしっかり覚えておきましょう。審査請求の3ヶ月とは数字が違う点に注意してください。ここまでの内容を入り口チェックとして整理します。司法訴訟は4つの点を順に確認していきます。こなびしたまし。第1に、対象が処分と言えるか、処分制です。第2に、法律上の利益を有するものか、原告的確です。第3に、取り消す実益が残っているか、訴えの利益です。第4に、期間内に訴えているか、出訴期間です。この4つが揃って、初めて中身の審理に進みます。どれか1つでも欠けると、却下されてしまいます。ここで、今日のクイズです。小訴訟の出訴期間についての問題です。処分を知った日から数える期間はどれでしょうか？ A は3ヶ月です。B は6ヶ月です。C は1年です。少し考えてみてください。正解は B の6ヶ月です。3ヶ月は審査請求の期間、1年は処分の日からの期間です。似た数字が並ぶので区別して覚えておきましょう。今日のまとめです。小訴訟には3つの大切な訴訟要件があります。1つ目の原告的確は、法律上の利益を有するものかを問います。第三者の場合は、9条2項の考慮事項が手がかりになります。2つ目の訴えの利益は、取り消す実益が残っているかを見ます。3つ目の出訴期間は、知った日から6ヶ月、処分の日から1年です。正当な理由があれば、期間を過ぎても例外が認められます。細かい判例や条文はテキストで最終確認しておきましょう。ここまで原告的確と訴えの利益、出訴期間を学びました。流商訴訟の入り口がこれで随分見えてきましたね。次回も行政事件訴訟法を続けていきます。テーマは訴訟の審理と判決についてです。判決の種類や主張判決の効力などを学んでいきます。入り口を抜けた先の中身の話に進んでいきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。